ロイター通信が25日、次のように報じた。中国メディアの報道によると、同国北西部の大学がクリスマスを禁止した。大学側はクリスマスを低俗な外国の祭りとし、中国の伝統にそぐわないと断定。代わりに学生にプロパガンダ映画を鑑賞させた。報道によると、西安にある清北大学現代学院では、中国の優れた息子、娘であれ、低俗な西側の祭日に反対せよ、西側文化の広がりを阻止せよ、と対処された横断幕があちらこちらに掲げられた。学生は講師などを題材にした3時間のプロパガンダ映画の鑑賞を強要された。ある学生の話では、上映場所では学生が途中で出ていかないよう教員が目を光らせており、鑑賞を拒否すると処罰されるという。まあなんでしょうね。大学の先生なんかに否定されたって、学生は別にどうでもいいんじゃないでしょうか。皆さんならどうです？クリスマスなら家帰ってやればいいのだし、中国共産党ももう長くはないのですから、中国バブル崩壊、香港とウイグル、チベット、モンゴルによる民族運動、政治の腐敗、権力闘争で中国崩壊を YouTube では保守系論難が危機として叫んでいます。香港の学生を逮捕したり、香港返還の時のイギリスとの共同声明を放棄したり、そして今回の大学への圧力も習近平政権の余裕のなさを表しています。僕は中国が崩壊すると思いますよ。中国崩壊の過程でおそらく尖閣に攻めてくると思いますが、その時の海上自衛隊の超量爆破は楽しみですね。その他難民がどうなるのかが最大の問題です。現在ですら2億人、日本の人口より多い人々が流民となって各地を放浪しています。日本とは違って陸続きの東南アジア諸国では中国系新聞がものすごい数出版されているそうですよ。中国人はいいところいっぱいあるのに、どうしてこうなってしまうんでしょう。明代までは GDP でたびたび世界の3分の2を占めるほどだったという。その答えは中国の国民性にあると思います。そして国民性の本質はその国の自然環境が往々にして握っています。大森林、大砂漠、大渓谷など中国の圧倒的雄大な自然を見ていると細かいことなんてどうでもよくなってしまうんでしょうね。そのため中国人は非常におおらかです。どんな辛い時も家族と協力しておおらかな気持ちで我慢できたからこそ周辺地域を圧倒するほどの力を持てたのではない。中国人はユダヤ人で並んで世界の大部分の富を握っているし、シンガポールという国もあの国は中国人が発展させたという経緯があります。でもそのおおらかな性格で他人のことはどうでもいいと思った時、人の心は離れ社会は崩壊していきます。それが繰り返されたのが中国王朝の歴史であります。政治組織が成熟しておらず、家だったらいつでも逃げることにできた時代、国破れても惨禍があった時代は、そういう中国人のエゴ、中国の社会を大地を受け止めることができた。でもそういう過去とは違って、今の中国社会は違います。欧米の科学技術の考え方が根付いて、社会も自然もかなり政府が支配しています。昔の君主が徳を備えていれば、そこに自然に人が集まって社会ができるという特殊主義の考え方と違うんですよ。昔とは違って、社会も自然も政府が完全に支配している。そういう状態で政府が崩壊した時、これはもう中国の大地は中国人のこの巨大なエゴを受け止められないですよ。古代ローマが発展したのも、ローマ人が中国人と同じように粘り強かったからだと聞いたことがあります。ローマ帝国が繁栄の絶頂を極めた時、人口と富を飽和した状態でも、それでも富を貪りたいローマ人貴族たちが人々を農奴として囲うという現象が起きたんですね。それで人々の交流が制限され、それで商業が衰退して、ローマ帝国は次第に衰退していって、最後にはオスマン帝国に滅ぼされる。このローマ帝国の歴史をもしかしたら中国は3倍の時間をかけて繰り返しているのかもしれませんよ。世界四大文明のあった場所には、現代荒涼とした砂漠が広がっていますが、古代文明当時は青々と緑が広がっていたと言います。もしかしたらあの地域でもローマ、中国のようなことが起きていたのかもしれません。民族が繁栄する理由が同時に滅亡する理由でもあるということに、僕は世界の深淵を感じます。はい、それでは今回はこれで終わります。チャンネル登録をしていただけると最新のアップロード情報をお届けすることができます。それではご視聴ありがとうございました。明日を変える京人形チャンネル。チャンネル登録をよろしくお願いします。共同チャンネル、which changes your life. I'm glad if you register my channel.